子育て幽霊。昔ある村に一軒の飴屋があった。評判の飴屋で主人は忙しい毎日を過ごしていた。そんなある日のこと、忙しい一日を終えた飴屋の主人が疲れ切った体を床に沈め、眠りにつこうとしていたとき、トントントンと店の戸を叩く音がする。こんな夜更けに誰だろうかと主人は思ったが、起き上がろうとはしなかった。しかし戸を叩く音は夏の虫のようにしつこく、何度も叩かれた。主人は重たい体を何とか起こし、戸口までふらふらと歩いて、面倒くさそうに戸を開いた。へい、どちらさんでと、女が一人立っている。女は白装束をまとい、髪は乱れ、青白い顔をしていた。色のない干からびた唇が少し開くと、今にも消えそうなか細い声が漏れ出た。飴をください。主人はその姿と声にぞっとし怪しんだが、へい、一文です。と答えると、女に飴を渡した。女は一文銭を主人に渡し、音もなく闇の中に消えていった。女は次の晩も飴を買いに現れた。主人はこの辺りでは見かけないその女が一体どこからやってくるのか、なぜ夜更けに一人飴を買いに来るのか、不思議に思い女に尋ねた。お嬢さん、この辺りでは見かけない顔だね。どこから来なすった？女は主人の問いに答えず黙ったまま、飴を受け取ると一文銭を渡し、また音もなく闇の中に消えていった。女はその次の晩も、またその次の晩も、毎晩飴を買いに現れた。そして7日目の晩、やはり女は現れた。が、今晩は様子が違う。女はしくしくと悲しそうに泣き、そして悲しみに震える声で主人に言った。飴を一つ恵んでいただけないでしょうか。もうお金がないのです。主人は女があまりに悲しそうな声で訴えるので不憫に思い、女に飴を一つ手渡した。女は丁寧に礼をし、店を出た。主人は女のことが気がかりになり、気取られぬよう後をつけた。女は明かりもつけず、暗闇を滑るように歩き、進んでいく。村を抜け、辺りはどんどん寂しくなり、とうとう村外れにある寺の墓地までやってきた。
女は立ち並ぶ墓を横切り、真新しい墓の前まで来ると、その墓の前で、すっと消えてしまった。主人は恐怖のあまりガクガクと震え出し、言うことを聞かなくなった体を引きずって、寺の本堂へ向かうと、和尚を叩き起こした。そして、毎晩女が飴を買いにやってきたこと、その女がたった今、墓の前で消えてしまったことを話した。和尚は怯え切った主人の様を見て、一旦落ち着くように話していたが、ほの暗い闇に包まれた墓地の方から、赤子の泣き声がかすかに響いてきた。二人は耳を疑ったが、かすかに、だが確かに聞こえてくる。二人は赤子の泣き声に耳を澄ませ、その泣き声を注意深く探り、そしてその出どころにゆっくりと向かった。どうやらその泣き声は墓の中から聞こえてきていた。その墓は女が消えてしまった真新しい墓だった。二人は赤子が泣き続けるその墓を恐る恐る掘り返した。すると棺の中には哀れにも亡き母の体にすがり飴をしゃぶる赤子の姿があった。二人は驚きのあまり一瞬声を失っていたが、すぐさま和尚が赤子を抱きかかえ、慰めるように母の亡骸に言った。かわいそうに父が出んので三途の川の渡し船六文を使い飴を買うておったんだな。しかしよくこの小さな命をつないでくれた。死してなお母の務めをよく果たしてくれた。この子はお前さんに代わって必ず立派に育ててやろう。安心して成仏なされよ。すると母の亡骸はうなずくように頭をがっくりと落とした。この赤子は和尚に引き取られ育てられた。そして後に徳の高い立派な高僧となったということである。